朝の夕暮れ、星刈優です。はい。まあ、それはさておき、今回は星刈クッキングにようこそ。記念すべき1回目ですよ。星刈クッキングは、私、星刈優が、適当にできるだけいい加減に、簡単で、ある程度美味しくて、ある程度安くて、できれば健康にいい感じなものを作っていこうという動画です。もっと美味しく作りたい方は、私より丁寧に材料にこだわれば美味しくできるはずです。あくまでも、適当に作っても、ある程度美味しいものは作れるから、気軽に作ってみよう。適当に作るぐらいなら、定番メニューにできるんじゃないって感じのイメージです。適当なので、多分、もっと簡単に作る方法もあると思います。レンジフル活用とかね。あいにく私は電子レンジ対応の調理器具がタッパー1個しかないので、あんまり活用してませんが。調理動画には私の魂の手とかが映りますので、あらかじめご了承ください。はい。それでは記念すべき1品目、いってみましょう。牛乳寒天。はい。いきなりスイーツ、デザートです。私が一番よく作るデザートですね。これを何がいいって、少ない材料で結構美味しくて、結構健康にもいいところですよ。しかも最後にエッセンスを入れるんですが、入れるエッセンスによって、洋風にも中華風にもなります。なお、材料はこんな感じで、各栄養素とカロリーはこんな感じ。健康にいいっていうのは、材料が寒天と水と牛乳と砂糖とエッセンスなんですが、カロリー控えめな上に、寒天と牛乳をデザートにせっせ切るっていうのが優秀ですね。一人当たり 250g ぐらいのデザートになるので、満足感もありますよ。はい。後ろではもう作ってますが。はい。ちょっと邪魔だったので、移動しましたね。粉寒天を、1g 入れていきます。この粉寒天を使ってます。小さじで測ってます。画面の外なんですけど。小さじで、だいたい1杯ぐらい入れます。粉寒天 1g、はかりが 1g を認識しませんが、パッケージに、小さじ1杯 1g って書いてあります。これを火にかけて、沸騰させていきます。寒天は90度以上じゃないと溶けないので、しっかり沸騰させて、2分くらい混ぜたり溶かしたりしましょう。ここさえ気をつければ、ある程度美味しい寒天が作れます。美味しく丁寧に作りたい人は、蒸発量とかも考えて頑張ってください。寒天が溶けたら、砂糖を大さじ1杯入れて、溶かしていきます。砂糖が溶けたら 200ml の牛乳を数回に分けて入れましょう。もっと適当にやる場合は、いっぺんに入れても大丈夫です。むしろ私は大体いつもそうしてます。でも、温度が一気に下がると、ここで固まるとかがあり得るので、まあ、数回に分けた方が無難ですね。牛乳は60度以上になると膜ができやすくなります。寒天が固まり出す温度は35度ぐらいからなので、軽く温めたら火を止めます。まあ私は適当に作っているので、たまに膜が張ったり、ひこぼしたりしてますが、まあそれでもちゃんとできるので安心してくださいね。粗熱が少し取れたら、エッセンスを入れましょう。バニラエッセンスだとパンナコッタとかブラマンジュ風に、アーモンドエッセンスだと杏仁豆腐風になります。他にもラムエッセンスとかを入れても美味しいですよ。私は5、6滴ぐらい入れてます。耐熱性の器があれば、エッセンスを入れた時点で流し入れていいと思います。
私は耐熱性でないガラスの器を使うので、念のため、もう少しだけ冷ましてから流し入れます。見た目をきれいにしたい人は、この辺で爪楊枝とか竹串とかで泡を潰すといいと思います。私は、適当に作ってるので普段はしませんよ。見た目とか舌触りにちょっと差が出るレベルなんですけど、毎日作るなら見た目は気にしないとか、それぐらいの適当さがあった方が私は手軽かなーって感じです。その後は、さらに粗熱を取って冷蔵庫に入れます。それで食べるときに出します。私は晩ご飯の後のデザートに食べます。ちなみにドーフニーさんは甘さが足りないと言って蜂蜜をかけて食べます。低カロリーだけど満足感もあるのがいいですね。全体の液体量を 500ml くらいにすれば、牛乳と水を3対2とか4対1にしても美味しいですよ。牛乳多めだと少しこってり、深めだとあっさり系に仕上がります。豪華な感じにしたいときは牛乳を多めにしてエッセンスをしっかり入れるといいと思います。寒天さえしっかり溶かせば、あとはある程度いい加減でも最低どうにかなります。牛乳寒天の全体的な評価はこんな感じ。お値段はこんな感じです。1回分約53円、1人分約26円ぐらいでいきます。動画内でも用意しましたが、材料はこんな感じです。500ml の液体に小さじ1の粉寒天と大さじ1の砂糖って感じの分量です。この割合で作ればアレンジしても大丈夫だと思います。作り方はこんな感じ。今回はある程度丁寧に作っています。もう少し適当でも材料を間違わないで寒天さえ溶かせればある程度のものができると思います。別にドバッと寒天入れちゃっても、寒天溶かすとき混ぜっぱなしじゃなくても、牛乳を一気に加えても、こぼしちゃったりしても出来上がります。不安な人は溶きやすい寒天を使えばいいと思います。栄養成分はこんな感じ。栄養計算には文部科学省の食品成分データベースを使用しています。ごく少量であることから、栄養計算にはエッセンスは含まれていません。また、お好みでかける蜂蜜やジャム、ソースについても計算に含まれていません。表示した材料で作ったシンプルな牛乳寒天の大体の栄養素となっております。こんな感じで適当に作るコスパティクッキング牛乳寒天でした。ぜひ適当に作ってみてください。チャンネル登録、グッドよろしくお願いします。それでは今回はこの辺りで、また次回お会いしましょう。